球の冥界も宇宙の冥界も同じこと。聖者に死を恐れさせる幻想であり、傷ついた魂を安置する場所である。ビーストであっても、そのあり方は変わらない。私は私、冥界のエレシキガル。あなたのおかげで覚悟が決まったわ、マスター。これからはこう呼んで。空と地を抱く女神、新宇宙の輝ける花。そう、人呼んで、スペースエレシキガルってね。この姿でも成長したわ。ありがとう、マスター。スペースに、期待に応えるのだわ。ビーストを育てていいの？いいんだ。じゃあ、どこまでも、あなたと一緒にね。今度はどこが綺麗になったのかしら。後でこっそり感想を聞かせてね。前より明るくなった？ええ、もちろん。目的が見えた以上、前を向いて笑顔でいたいの。申請したのは霊気だけじゃなくて、心も夢も大きくなったんだから。ユニバースにおける神は、自然現象が思考性を持ったものが多いよね。アンキエルシキガルしかり、アシュタレトしかり。他にも、もう一柱ぐらい厄介な女神がいそう。でも、さすがにもうライバルは増えないわよね。戦っている時に出る動物たちは私の分身。というか、気合のようなものよ。ほら、擬音ってあるじゃない？ドッカーンとか、ザッパーンとか。その表現自体が命を持ってしまうのね。これを、私はビーストフラッシュ効果と呼んでいるわ。これだけの規模の戦いとなると、中には時間差攻撃をしてくる敵もいるでしょう。存在の起点になる過去を消してくるやつね。でも、私がいる限り、あなたという存在は消滅しない。死んでも永遠に私の中にあり続ける。スペースは宇宙のスペースだけど、空間のスペースでもあるんだから。外に出ましょう。華麗なバトルを披露するわ。今の私はマスターあってのものだもの。あなたが信じること、あなたが見たいもののために戦うわ。もちろん、戦い以外もするのだわ。マスターとの関係？それだけは他の状態の私と同じよ。はしたないから口にはしないけどね。あれがスペースイシュタル。完成度高ー。善と悪に分かれた後、それぞれがそれぞれを認めた上で合体して申請するとか、まっとうなヒロインすぎて、ちょっとジェラシーなのだわ。地球の頭脳体がいるのね。お姫様同士、話が合いそう。何よその顔は。私もお姫様属性でしょ？上品で優雅で格闘もできるんだから。南米の神が未確認飛行物体をベースにしてスーパー物騒な太陽の女神になった？面白い冗談ね、マスター。恒星の化身なんてちょっとビビったわ。私でさえインフレ気味なのに、そんなおかしな。おかしな。うわ、マジか。あれ、侵略細胞宇宙飛行体じゃない？太陽はやめて！ただの人間個人の欲望だけで集団を取り込み、社会を毒し、文明を腐らせ、最後には星を食べて空に出る。それがスターイーター、
死生体が稀に輩出するバッドエンドの化身。真の意味でムーンキャンサーの名にふさわしいのは、あの女だけかもしれないわ。聞いてました。ティアマト母様に褒められちゃった。銀河のように素敵な角ですって。他のビーストより小さいことが気になっていたけど、大事なのはバランス、そして個性。人類役で一番華麗なビーストを目指すのだわ。好きなものは戦いと敗者。完全に打ち負かされた敵を冥界に招くの気持ちいいわ。嫌いなものは特にないわ。当然でしょ？でも、太陽には少しだけ弱いかも。前より肌焼けやすいのよね。私に聖杯は必要ないとは思うけど、余っているなら受け取りましょう。損はさせないわ。ちゃんと還元してあげる。イベント中よ。私の活躍、見ていてくれる？いろいろあったけど、最後はやっぱりいつもの私で。ありがとう、マスター。一生に一度の機会は、一生で最高の思い出になりました。この夏は終わってしまうけど、いつか冥界に必ず、絶対、何としても、この海に負けない海を作ります。その時が来たら、まずあなたに。夏はまだこれから？エレシュキガルはもう疲れたのかですって？もちろん当然元気なのだわ。ビーストだもの。骨の髄まで味わってあげる。